こんにちは。皆さんは日本の文化で不思議に思うことはありませんか？日本では特に説明されていなくても自然に理解されているマナーやルールがたくさんあります。今回の動画では日本人や日本に長く住んでいる人にはおなじみの習慣、暗黙の了解についてお話しします。前半では教科書のような丁寧な言葉を使った文で漢字に振り仮名をつけています。後半では友達との自然な話し言葉の文で漢字には振り仮名をつけていません。好きな字幕を選んで活用ください。電車内の静けさ。日本の電車やバスの中では静かにすることがマナーです。スマートフォンでの通話は禁止されていることがほとんどで、ゲームや音楽の音も消します。これは公共の場で他人に迷惑をかけないという配慮の文化から来ています。また、電車の中で座るときも一人分以上のスペースを取らないように注意します。日本の電車の静けさを経験すると、初めて来た人は驚くかもしれませんね。空気を読む。日本の文化には空気を読むという慣れないとわかりにくい習慣があります。これは言葉にされていない相手の気持ちや状況を察する力のことです。例えば、会議で誰かが発言をしたそうなとき、それを察して、その相手に話を振るか、その人が話し出すのを待ちます。また、友人同士の食事でお店を決めるときに、じゃあ、この店でいいよね、と言われたとき、反対がなければ、そのまま受け入れます。相手の言動を見ながら自分の意見を言うとき、控えるときとバランスを取るようにします。日常で身につけるので当たり前のように行われていることですが、慣れていない人は不思議かもしれません。飲み会での席、会社の飲み会や仕事での会食で席に座るときも暗黙の了解があります。上座と下座という場所があり、上座は目上の人や上司が座る場所とされています。上座は部屋の奥や窓側で出入り口に一番遠い景色が良い場所になります。下座は部下や若手が座ることが一般的です。下座は出口に近い席になります。また、乾杯の際もグラスの高さを上司や先輩より低くするのが礼儀とされています。会社ではこのような暗黙のルールがありますが、同僚だけや友人との食事の時は気にすることはありません。玄関での靴の置き方、家に入るとき、玄関で靴を脱ぎます。その時に靴のつま先を入り口の方に揃えておくのが暗黙の了解となっています。これは帰る時に靴が履きやすくなるだけではなく、玄関をきれいに見せるためのマナーでもあります。旅館や座敷のレストランでも同じ習慣があります。
ですが、旅館や料亭などでは仲居さんが揃えてくれるので、そのまま室内に入っても大丈夫です。また、下駄箱に靴を入れるときもマナーがあります。よく言われている置き方としては、スニーカーやパンプスなどかかとがある靴は、かかとを手前に置きます。サンダルや草履のように、かかとのない履物は、つま先を手前に置きます。日本人でも迷いやすいので、違う置き方をしてもあまり気にしないでくださいね。会話中の相槌。日本人の会話では、うんうんやそうですねなどの相槌をよく打ちます。これは話をしっかり聞いていますよというサインで、必ずしも同意しているという意味で相槌を打っているわけではありません。ですので、同意している時の相槌と話を聞いている時の相槌を見分けることが大切です。会話中に相槌が少ないと、相手が聞いてくれていないのかなと感じる日本人もいるかと思います。逆に、適切なタイミングで相槌を打つことで、円滑なコミュニケーションが取れていると感じます。お土産。日本では旅行や出張から帰ってきたときにお土産を買ってくる人がよくいます。その時、渡す相手の人数を考えた適切な量を選ぶのがポイントです。例えば、職場にお土産を持っていくなら、箱の中にある個包装のお菓子が人数分以上入っているものを選びます。友人へのお土産は、その人に合わせて高すぎず、安すぎないものを選ぶと良いでしょう。この細やかな気配りが礼儀正しさを象徴していると言えます。私は知り合いの人には食べたらなくなる消耗品を渡します。逆に家族や親友には後にも残るお土産にしています。また、誰かにお土産を渡すときに、つまらないものですが、という言葉を添える人がいます。これは謙遜の表現で、私が選んだものなので、大したことはありませんが、受け取ってくださいという意味を含んでいます。実際には、相手のことを考えて選んだ素敵なものが多いです。相手への敬意を示す日本独特の文化と言えますね。エスカレーターの立ち位置。日本では地域ごとにエスカレーターでの立ち位置が異なります。関東や九州では左側に、関西では右側に立つのが一般的です。また、どちらかは決まっていない地域もあり、日本人でも戸惑います。わからないときは、周りの人を観察して合わせると安心だと思います。レストランでのおしぼり。日本のレストランでは、食事前に濡れたタオルのおしぼりが出されます。これは手を拭くためのもので、顔や首まで拭くのは控えましょう。最近はタオル製のおしぼりではなく、ペーパータオルのおしぼりを使うお店も多くなっているので、その場合は
きに使用して大丈夫です。また、使い終わったおしぼりは、きれいに畳んでおくのが礼儀です。食事の時の挨拶。日本では、食事の前に、いただきます。食事の後に、ごちそうさまと挨拶をするのが一般的です。これは、食材や料理を準備した人への感謝の気持ちを表しています。特に家庭や学校での食事では欠かせない文化で、日本人は幼少期からこの習慣を身につけています。列の並び方。日本のコンビニなどでは、レジで列を作るときに一列に並ぶのが一般的です。例えば、複数のレジが稼働している場合でも、最後尾に並び、空いたレジへ順番に進みます。また、デパートや公共のお手洗いでも、たくさんの個室の一番手前に一列に並び、空いたところに順番に入るようにします。この習慣のおかげで、混雑していても秩序が保たれることが多いです。ただし、緊急性がある場合は、列の前の人に我慢ができないので先に行かせてくださいと声をかけても大丈夫です。本当に困った時はお互い様です。他人と目が合った時、日本では知らない人とすれ違った時に目が合っても笑顔を見せたり話しかけたりすることはほとんどありません。無表情でやり過ごすことが一般的です。相手に対して無関心であるわけではなく、プライバシーを尊重するという気持ちによるものです。国によっては、目が合うと微笑むことが礼儀とされる場合もありますが、日本では逆に微笑むと不自然に思う人もいるので、注意が必要です。知らない人には、お先にどうぞ、など言葉にする方が正しく伝わるでしょう。温泉や銭湯での振る舞い。日本の温泉や銭湯では、最初に体を洗うことが暗黙のルールです。湯船に入る前に、洗い場で体を洗い流し、紙やタオルを湯船につけないようにしましょう。また、湯船以外の共有の空間でも、他の人への配慮が重視されます。例えば、シャワーの水しぶきが隣の人に飛ばないように注意したり、使い終わった椅子や桶を水ですすいでから元の場所に戻すのが礼儀とされています。また、温泉での会話は控えめにし、静かにリラックスする時間を楽しむ方が良いでしょう。近所付き合い。日本では住宅地やアパートで生活する際、周辺の住民に迷惑をかけないよう、音にも注意を払います。例えば、夜遅くに掃除機をかけたり、窓を激しく閉めたりすることは避けるべきだとされています。また、引っ越しをしたときには、近隣にタオルや洗剤などの小さな贈り物を渡し、挨拶をすることがあります。これも日本の礼儀正しさを反映した文化の一つです。
ですが、最近ではその風習も少なくなり、自分の隣に誰が住んでいるのか知らない人も多くなっています。ちなみに、私の隣に引っ越してきた方は、挨拶に来てくださって、丁寧な方だと思いました。花見やイベントでの場所取り、春の花見や夏の花火大会などのイベントでは、事前に場所を確保する場所取りをする人がいます。この場所取りの時も暗黙の了解があります。例えば、大きなビニールシートを広げて、このスペースは確保済みという意思表示をしますが、参加人数に合わせた広さにします。また、確保した場所には、最低でも1名は代表者が残り、みんなが集まるまで待ちます。イベント終了後には、自分たちが出したゴミを持ち帰ることが暗黙のルールとなっており、日本の清潔さを象徴しています。大きな公園はゴミ箱があるところが多いですが、最近はゴミ箱が少なくなったので、各自が家まで持ち帰り、捨てることもあります。神社や寺院での参拝。日本の神社や寺院を訪れる際には、参道の中央を歩かないのが暗黙の了解です。これは中央が神様の通り道とされているためで、参拝者は左右どちらかに寄って歩くのが礼儀とされています。また、行きに右側を歩いたら、帰りは左側を歩くなど、通る場所を変える人もいます。お参りをする前には、手や口を水で清める場所があります。その場所、手水で、各自で身を清めます。ひしゃくに水をすくい、まずは左手を洗い、次に右手、その後左手に水をためて、口を軽くすすぎます。最後は、ひしゃくの持ち手を水で洗い流し、元の場所に戻します。丁寧に扱い、次の人が使いやすいようにする配慮が求められます。お参りをするときも、賽銭箱にお金を入れた後、鈴を鳴らし、二礼二拍手一礼で参拝します。独自のお参り方法を提示している神社もあるので、最初は周りを見て同じようにお参りしてみてください。結婚式でのご祝儀。結婚式に参加するとき、日本ではお祝いのお金をご祝儀袋に入れて持参します。この袋にも暗黙の了解があり、特に結び目がほどけないデザインの水引きを選ぶのがポイントです。これは結婚生活が末永く続くようにという願いを込めたものです。さらに金額は奇数にするのが良いとされています。偶数は割れるや分かれることを連想させるからなんです。中に入れる金額は相手との関係性にもよるので、共通の知人に聞きましょう。友人や同僚は3万円程度とよく言われています。また、白色は花嫁さんの色なので、参加者は
白色の服を着ることもしません。いかがでしたか？日本の暗黙の了解は、コミュニケーションや社会生活を送る上で大切な要素です。これらを理解すると、日本での生活や旅行がもっと楽しくなると思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。次は友達に話すような文でお話ししていきます。どうも、日本の文化って不思議だなって思うことない？日本って特に説明されてなくても自然にみんながわかってるマナーとかルールが結構あるんだよね。私たち日本人からしたら普通のことでも海外の人からするとなんでって感じることがあると思うんだよね。だから今日はそんな暗黙の了解をいくつか紹介してみるからぜひ最後まで楽しんで聞いてね。電車内は静かに。日本の電車とかバスってめちゃくちゃ静かだと思わない？スマホで電話するのはダメだし、ゲームとか音楽の音もイヤホンで聞いてるよね。これって周りの知らない人に迷惑をかけないっていう気持ちから来るマナーなの。あと、座るときも一人分以上のスペースを取らないように気をつけるのが普通なんだ。だから、立ってる人がいるのに、自分の隣の席にカバンとか置いている人を見ると、気づいてないのかなって思うよ。初めて日本の電車に乗った人は、この静けさにびっくりすることがあるかもね。空気を読む。これ、日本特有だと思うんだけど、空気を読むって感覚があるんだよね。言葉にしてない相手の気持ちとか、場の雰囲気を察する力って感じかな。例えば、会議で誰かがちょっと言いたそうにしてるとき、それを察して話を振ったり、あと、友達とご飯を食べるときに、このお店でいいよねって言われたら、特に反対がなければそのまま、うん、いいよって感じで受け入れるの。こうやって相手の言動を見ながら自分の意見を言うタイミングを考えるのが空気を読むっていうことなんだ。日本人同士だと結構普通のことだけど、慣れてない人にとってはちょっとめんどくさいかもね。飲み会での席。会社の飲み会とかで席に座るときにも実は暗黙の了解があるんだよね。上座と下座って言って、上座は年齢が上の人とか上司が座る場所なの。上座っていうのは部屋の奥とか窓側で出入り口から一番遠いいい感じの場所ね。逆に下座は部下とか若い人が座ることが多いんだけど、そこは出口に近い席なんだよね。あとね、乾杯の時にグラスの高さを上司とか先輩よりも低くするのが礼儀なの。こういうことで相手を敬う気持ちを表すの。でもさ、友達同士とか同僚だけの飲み会なら、そんなの全然気にしなくて大丈夫。玄関での靴の置き方。日本では家に入るとき、玄関で靴を脱ぐでしょ？その時に靴のつま先を入り口の方に揃えておくといいよ。これって
帰るときに靴が履きやすいのはもちろんだけど、相手の玄関をきれいに見せるためのマナーでもあるんだよね。旅館とか座敷のあるレストランでも同じなんだけど、そこでは中居さんが揃えてくれることが多いから、そのまま部屋に入っちゃって OK だよ。下駄箱に靴を入れるときも置き方のマナーがあるんだよね。かかとのある靴はかかとを手前に、サンダルとかかかとのない履物はつま先を手前に置くのがいいって言われてるよ。でも正直、日本人でも迷うことがあるから、違っててもそんなに気にしなくていいと思うよ。会話中の相槌。日本人って会話の中で、うんうんとか、そうですねとか、相槌をよく打つんだよね。これって、ちゃんと話を聞いてるよっていうサインなんだ。でもこれを聞いて、同意してるから相槌を打ってるんだって思うと違う時があるんだよね。だから、同意している時の相槌と話を聞いてるよの時の相槌を見分けるのって結構大事なんだよ。で、もし会話の中で相槌が少ないと、あれ聞いてくれてないのかなって相手が感じちゃうこともあるの。逆にタイミングよく相槌を打つと、お、この人話しやすいなって感じてもらえて、コミュニケーションがスムーズになると思うよ。お土産、日本だと旅行とか出張に行ったら同僚とかにお土産を買ってくる人もよくいるよ。その時に大事なのが渡す相手の人数を考えてちょうどいい量を選ぶことなんだ。例えばさ、職場にお土産を持っていくなら、一箱に包装してあるお菓子が人数分以上入ってるやつを買うと、この人わかってるなって感じ。友達にお土産を渡すなら、その人に合った感じで、あまり高すぎず、安すぎないものを選ぶといいと思うよ。こういう細かい気配りが日本の礼儀正しさを表してるって思うよ。ちなみに私は知り合いくらいの人には使ったり食べたりしたらなくなる消耗品を渡すことが多いかな。逆に家族とか親友には後に残るものを選ぶことが多いんだよね。あとさ、お土産を渡すときにつまらないものですがっていう人いるんだよね。これって謙遜の表現で私が選んだものだから大したことないかもしれないけどよかったら受け取ってねっていう意味なんだよね。でも実際にはつまらないものじゃなくって相手のことを考えて選んだ素敵なものがほとんどなんだ。だからこういう言葉って日本ならではの相手への敬意を表す文化なんだよね。エスカレーターの立ち位置。日本だとエスカレーターでどっち側に立つかが地域ごとに違うんだよね。例えば関東とか九州では左側に立つのが普通だけど、関西では右側に立つのが一般的なんだよ。でもさ、どっちに立つか決まってない地域もあるから、日本人でも迷うことがあるんだよね。だから、旅行中は周りの人に合わせるのが安心だと思うよ。あとね、
立ってない側って歩いちゃいけないって分かってても、急いでる人が歩いちゃうことがあるんだよね。だから真ん中に立たない方がいいと思うよ。レストランでのおしぼり。日本のレストランでは食事の前に濡れたタオルのおしぼりが出てくることがよくあるよ。これは手を拭くためのもので、顔とか首まで拭いちゃうのはマナー違反なんだ。最近だと布のおしぼりじゃなくて紙製のおしぼりを使っているお店も増えてるよ。その場合はどうせ捨てちゃうから好きなように使っても大丈夫。それとね、使い終わったおしぼりはきれいに畳んで置いておくのが礼儀だよ。食事の時の挨拶。食事の前にいただきます。食事の後にごちそうさまっていうのが当たり前になってるよ。この挨拶って食材や料理を準備してくれた人への感謝の気持ちを表してるよ。特に家族や学校での食事だと、この習慣がすごく大事にされてるのね。みんなでいただきますって言うと、なんか食事が始まるぞって感じ。ちなみにさ、この時に手を合わせるのも日本ならではの文化だよね。なんだかんだ言って幼い頃から体に染みついてる習慣って感じだよね。列の並び方。コンビニとかのレジってみんな自然と一列に並ぶね。たくさんのレジがあってもみんな列の最後に並んで順番に空いたレジに進むんだよね。あとさ、デパートとか公共のトイレでも同じで一列で並ぶのが普通だよ。トイレが空いたら順番に入っていく感じ。ありがたい習慣だなって思うよ。ただね、どうしても我慢できないとか、緊急の時は前の人にすみません、先に行かせてくださいって伝えれば大丈夫だよ。困った時はお互い様だもんね。他人と目が合った時、日本だと知らない人とすれ違って目が合ったとしても笑顔を見せたり話しかけたりすることってほとんどしないんだよね。大抵は無表情のまま通り過ぎるよ。これって別に相手に興味がないとか無関心ってわけじゃなくって、プライバシーを大事にしてますよっていう気持ちの表れなんだよね。でも国によっては目があったらニコッと笑うのが礼儀っていうところもあるよね。でも日本だとそれをすると逆になんで笑ったのって不自然に思われちゃうことがあるから、そこは気をつけた方がいいかも。もし知らない人と何かしらの接点があったら、お先にどうぞみたいな一言を言う方が日本では自然だし、ちゃんと気持ちが伝わると思うよ。温泉や銭湯での振る舞い。温泉とか銭湯に行くときって入浴前に体を洗うのが当たり前だよね。直接湯船に入る前に洗い場でしっかり体を流すっていうのが日本の基本的なマナーだよ。それと湯船の中に髪の毛やタオルを入れないように気をつけるのも大事だよね。
共有の空間では、周りの人にも気を使うよ。例えばシャワーの水しぶきが隣の人に飛ばないようにするとか、使い終わった椅子や桶をちゃんと洗って元の場所に戻すとかさ。温泉での会話も控えめにして静かにリラックスするのがいいよね。みんなで気持ちよく過ごせる空間を作るのが日本らしいなって思うよ。近所付き合い。日本で住宅地やアパートで暮らすときって、周りの人に迷惑をかけないように音にも気を使うよ。例えば、夜遅くに掃除機をかけたり、窓をバタンって勢いよく閉めたりするのはやめた方がいいって感じ。それから、引っ越しをしたときに、近所の人にタオルとか洗剤みたいなちょっとした贈り物を渡して挨拶することもあるんだよ。これって日本の礼儀正しさを表している文化の一つだと思うんだ。でも最近だとそういう風習も少なくなってきてて、自分の隣に誰が住んでいるか知らないって人も結構多いよね。ちなみに私の隣に引っ越してきた人はちゃんと挨拶に来てくれたからすごく丁寧な人だなって思ったよ。花見やイベントでの場所取り。春の花見とか夏の花火大会みたいなイベントって場所取りをする人が結構いるのね。でもこの場所取りにもやっぱり暗黙の了解があるんだよね。例えば大きなビニールシートを広げて、ここは確保済みですってアピールするんだけど、参加人数に合った広さにするよ。それに場所を確保したら、最低でも一人はその場所に残って、みんなが来るのを待つのが普通だね。自分たちが出したゴミは、ちゃんと持ち帰るのが暗黙のルールになってるよ。これ、日本が清潔だって言われる理由の一つなんだと思う。大きな公園にはゴミ箱があるところも多いけど、最近はゴミ箱が減ってきてるから、自分のゴミは家まで持ち帰って捨てる人も増えてるよね。神社や寺院での参拝。神社とかお寺に行くときって参道の真ん中を歩かないのが普通なんだよね。なんでかっていうと、真ん中は神様が通る道で考えられてるから、参拝者は左右どっちかに寄って歩くのがマナーなんだ。それに、行きは右側、帰りは左側を歩くとか、通る場所を変える人もいるよ。あと、お参りをする前に手とか口を清める場所があって、そこを上手って呼ぶんだけど、そこでちゃんと身を清めるのが大事なんだ。やり方は、ひしゃくで水をすくって、まず左手を洗って、次に右手を洗う。それから左手に水をためて、口を軽くすすぐんだよね。最後に、ひしゃくの持ち手を水で洗って、元の場所に戻すんだ。次に使う人が気持ちよく使えるように、丁寧に扱うのがポイントだよ。お参りの時は、まず賽銭箱にお金を入れてから、鈴を鳴らして、二礼二拍手一礼して、
参拝するのが基本。ただ、神社によっては独自のお参り方法がある場合もあるから、最初は周りをよく見て、同じようにやってみると安心だね。結婚式でのご祝儀。結婚式に参加するときって、日本ではお祝いのお金をご祝儀袋に入れて持っていくよ。でね、この袋にもちょっとしたルールがあって、結び目がほどけないデザインの水引を使うんだよ。なんでかっていうと、結婚生活が末長く続くようにっていう意味が込められてるんだって。それから、金額も奇数にするのがいいよ。偶数だと割れるとか分かれるとかを連想させちゃうから縁起が悪いって思われることがあるんだ。金額も相手との関係によって変わるけど、だいたい目安としては友達なら3万円、親族だと5万円とか7万円って感じ。でも地域や関係性にもよって違うから、そこは事前に調べておくと安心だよね。周りの友達にも聞いたりね。また、白色って花嫁さんの色だから、参加者が白い服を着るのは避けるよ。どうだった？日本の暗黙の了解って日常生活とかコミュニケーションで結構大事なポイントなんだよね。こういうのを知ってると日本での生活とか旅行がもっと楽しくなると思うよ。最後までご覧いただきありがとうございました。また一緒に日本語でお話ししましょうね。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。